サンバラを聞こう。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今回はナ・ユンゴンさんの나였으면僕だったならという曲をカバーします。この曲は2004年の MBC ドラマ皇太子の初恋というドラマですね。こちら日本語での放題はいつか楽園でという放題だったそうなんですが、このドラマの OST として発表され、同年に発表されたユンゴンさんの世紀第1週デビューアルバム中毒という名前のアルバムのタイトルトラックでもあります。私はナ・ユンゴンさんが大好きなんですよ。本当に大好きで憧れの歌手で、今コンサートに行ってみたい歌手ナンバーワンなんですね。この番組でも早く紹介したかったんですけれども、何せ曲が難しいんですよ。本当に歌うのが難しくて、で去年はねとても挑戦できなかったんですよね。で今年も正直歌いこなせているとは言い難いんですが、大好きなバラード歌手なので、ユンゴンさんの歌唱技術や曲を番組で紹介したくて、2年目には必ず挑戦しようと決めていた歌手です。でも今回歌ってみて本当に難しかったですね。すごく苦労して練習して、でもその苦労を通していかにユンゴンさんの技術が素晴らしいかということを実感してですね、自分は全然歌えてないのに、もうなんかやっぱりユンゴンさんすごいなって思うことで嬉しくなってしまうぐらい本当に憧れの歌手なんです。で今日はねちょっとマニアックなボイトレ談義になるかもしれないんですが、ユンゴンさんの歌唱技術の魅力をお伝えしていきたいと思います。まず基本情報からですね。ナ・ユンゴンさんは1984年生まれの38歳でいらっしゃいます。2001年にオーディションで優勝して歌手の道を歩み始めるんですね。このオーディションの得点が作曲家のキム・ヒョンソクさんに支持するということだったんですね。キム・ヒョンソク先生も韓国を代表する作曲家のお一人です。この番組で紹介した曲だとシン・スンフンさんの I Believe、 こちらキム・ヒョンソク先生の作曲ですね。それからソン・シギョンさんの曲も複数作曲されていらっしゃって、デゲ・オヌンギル、僕に来る道、それからチャマ、どうしてもっていう曲なんですけど、私はこのチャマっていう曲大好きな曲なんですよね。で単語帳にチャマどうしてもっていう言葉が出てきた時に思わず写メしました。シギョンさんの曲名だっていうことでね。そんな話はいいんですけれども、韓国バラードが好きな方でしたら一度はキム・ヒョンソクさんが作曲された曲に出会っていると思いますね。そしてナ・ユンゴンさんのキャリアの話に戻りますと、2001年にオーディションで優勝してから3年間のトレーニングを経て、2004年に先ほどお話ししたようにドラマ OST でデビューするんですが、今日紹介する曲나였으면僕だったならという曲もキム・ヒョンソク先生の作詞作曲でございます。ちなみにユンゴンさんはソン・シギョンさんの事務所の後輩なんですよね。でシギョンさんの最初のバラード歌手としての後輩ということで親交が深く、シギョンさんの YouTube で一緒に歌ったりとか、シギョンさんのコンサートにゲストとしてユンゴンさんが出演されたりとしています。シギョンさんファンの方々はよくご存知かと思いますが、この나였으면僕だったならという曲をシギョンさんとユンゴンさんが一緒に歌っている神動画がございますので、こちらも概要欄に貼っておきます。ぜひご覧になってみてください。続いてナ・ユンゴンさんの歌唱技術の特徴の話に入っていきます。ユンゴンさんは本当に歌唱技術が高いんですよ。もう私の中ではね職人だと思ってますね。ボーカル職人。とにかく歌声の安定感が半端ないんですよ。低音域から高音域まで全音域で安定して歌うことができるんですが、特に中音域の丁寧さと音程の正確さ、安定感というのがね半端ないですね。
でちょっと今日はボーカルオタク的な話になってしまうんですが、感性点の話っていうのをしたくて、人間誰しも感性点というものがありましてですね、これは音程に伴って声の出し方とか発声に関わる筋肉のバランスの設定が変わる部分のことなんですが、いわゆる歌声の境界線みたいなものがあるんですよね。でこういった境界線の部分っていうのは誰でも発声が不安定になりやすいんですよ。声が揺れてしまったりとか、上手にその音に移行できなかったりするんですね。その境界線を飛び越えて上に出さなきゃいけない時とか、逆に下がってくる時とかですね、うまくその境界線を越えて下の音に着地できなかったりっていうことがあるんですよ。音程が不安定になりやすいポイントなんですね。でイメージしやすいのは、地声でずっと高い声まで出していくと、もう地声のまま行くのは無理だなってなって、裏声に切り替わるというポイントがね、誰でもあると思うんですよ。でその境界線のところって裏声で歌えばいいのか地声で行くべきなのかっていうのをね、迷うような音階っていうのがあると思うんですけれども、それがいわゆる感性点の一つですね。でそれ以外にも低音域から中音域に行く時の感性点とか、中音域の中でも声区って言って声の区分がだいたい 3,4 音ごとぐらいに変わるようなポイントがあって、そこに小さな感性点っていうのが常にあるものなんですね。でこの感性点の不安定さをどのように克服していくかっていうのは、歌手にとって非常に大きな課題の一つで、歌全体の安定感に関わってくるポイントなんですよね。で私はまだまだ歌唱技術を習得している段階なんですけれども、例えば声区ごとに声を当てるポイントを変えたりとか、あとしゃくりっていうんですけど、あーみたいなやつですね。ちょっと1音間に音を入れてジャンプするみたいな感じで、なんとかこの感性点をうまく超えて不安定さが目立たないようにっていうのをすごく歌の中で毎回工夫しているんですよね。でしかしですね、ナ・ユンゴンさんはこの感性点がないんですよ。で正確にはないわけはないと思うんですよね。人間なんで誰しもあるものだと思うんですけれども、聞いていてもですね、どこが感性点か全くわからないんですよね。本当にどの音域でもどんなメロディーラインでもずっと安定した響きの軸があって、それが絶対ぶれないんです。まっすぐ声を発声する技術が本当に神がかってる方ですね。もう聞いていてもどうやったらあんな風に歌えるんだろうなって思うぐらい技術が高くて、音程、リズム感、呼吸、響きも全部完璧なんですね。とにかく基礎力が高くて無駄な癖がないんです。でユンゴンさんはバラード歌手として有名なんですが、 R&B もすごく上手で、リフ&ランといってね、日本ではフェイクって言ったりしますけど、この技術もバッチリ使いこなしていらっしゃいます。そんなわけで本当にね、大好きで尊敬してやまないボーカリストの一人なんですね。またちょっとマニアックな話をつい熱く語ってしまいましたが、そろそろ今日歌う曲の歌詞の内容を紹介していきます。나였으면僕だったならというタイトルからも想像できるように、この曲は片思いの切なさをテーマにした曲です。先週紹介した愛していますという曲も片思いの曲でしたが、世界観はよく似ている曲ですね。歌詞の最初の部分は思いを寄せている彼女を見つめるだけで時間が過ぎていってしまう。そんな自分に彼女は気づくこともなくてやるせないなという気持ちが歌われております。今日はサビの部分の歌詞を紹介しますね。나였으면僕だったなら、그대 사랑하는 사람 나였으면君の愛する人が僕だったなら、수없이 많은 나를数えきれないほどたくさんの日々を나 기도해 왔죠僕は祈ってきたよ。푸르른 나무처럼青い木のように말없이 빛난 별처럼言葉もなく輝く星のようにと바라만 보고 있는 나를また見つめているだけの僕を그댄 알고 있나요君は気づいているのかな
という歌詞です。輝く星のようにという歌詞が出てきましたね。こちらも韓国バラードには品質の歌詞表現だと思います。빛나는 별처럼 지켜줄 거야とかね、輝く星のように守ってあげるよとか、そういった表現もよく出てくるので、ぜひ、빛난 별처럼覚えてみてください。では曲を聴いてみてください。なユンゴンさんの僕だったならという曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。いや、今回はね、もう必死でしたよ。この曲は本当に音域も広いですし、サビのメロディーラインのアップダウンが激しくて、体力も必要でしんどい曲でしたね。しかも最後ね、プラス1キーの転調があるので、本当に最初から最後まで難しい曲でした。ナユンゴンさんの歌を聴いていると、なんか爽やかにね、簡単そうに歌ってるように聞こえるんですけれども、歌ってみると一般人には地獄という曲ですね。技術が高い人って難しいことを簡単にやっているように見えるんですよね。例えば陸上競技でも足が速い選手ほどなんか簡単に走ってるように見えることってありますよね。きっとね、動きに無駄がないからだと思うんですよね。歌も同じようなことがあります。そんなわけで今回はナ・ユンゴンさんの僕だったならという曲をカバーして紹介しました。ユンゴンさんは本当に大好きな歌手なので、今後も私の歌の技術が追いついたら挑戦してみたい曲がたくさんあります。もっと練習してまた番組内で紹介できるように頑張りますね。今日また YouTube に歌ってみた動画が上がります。YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語歌詞は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。YouTube のコメント欄でも受け付けております。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。まあいっか、ちょっと長くなるかな。